はいどうも、毎度おなじみオプシャーでございます。動画クリエイターの皆さん、撮影したデータってどうやって管理してます？多分普段は SSD で作業していて、で終わったプロジェクトデータっていうのをこんな感じでね、ハードディスクに残しておくってことがね結構多いんじゃないですかね。で僕もね以前そんな感じでやってたんですけれども、時間が経つにつれてもうほんとどんどんハードディスクが増えていって、でデータを管理するのももう探すのもねめちゃくちゃ面倒だし、でさらに今後カメラが進化していって 8K やらプロレスやらね、ローといった映像データを扱っていくってなるとなおさらなんですよ。ハードディスクにデータを残しておくって言っても、このハードディスクが壊れたりしたらもうどうしようもないですし、あとはねよくあるのがデータを整理しててね、その時に間違えて消しちゃったなんていうことがあったらね、もう悲惨ですよ。いやそんなことねそうそう起こらんやろと。高をくくってる人もねいるかもしれないんですけど、もしいたらねほんとね大間違いですよ。これねやらかしたことある人だったらねみんな思うんですよ。俺はどうしてあの時にバックアップを取っとかなかったんだと。ほんとね Twitter でねデータ飛んだとかでね検索してみてください。刻々と悲痛なね叫びが流れてきます。僕もね実際に何年か前にねやらかしてねデータを吹き飛ばしたんですよ。さすがにこのままじゃまずいと。それでNAS 環境っていうのにね移行しました。データを失わないっていう安心感はこれ当然なんですけれども、作業効率も爆上がりしたので、今日は皆さんにねこの NAS ってよくわからんっていう人に解説しつつ、で僕が今使ってるこの最強の NAS 環境、これらを、紹介していきたいなというふうに思います。それでは、やっていきましょう。はい。じゃあまずね、NAS っていうのは、USB で接続する外付けハードディスクとは違って、ネットワーク内の PC からだったら、LAN 経由でね、何台からでも同時にアクセスすることができます。なので、僕はね、この部屋のデスクトップでも、リビングのね、ノートパソコンからでも NAS につないで、で、どちらからでも動画編集できるし、iPhone からでも Wi-Fi 経由で、NAS にアクセスするなんてこともできます。で、NAS って、例えばね、会社で導入してて、使ったことはあるんだけど、めちゃくちゃ遅いなっていう、イメージを持ってる人いると思うんですよ。そんなんでね、動画編集できるわけないと。NAS にもね、いろいろと種類があるので、ちゃんとね、動画編集に適したものっていうのもありますし、これらの NAS はね、それとは全く別物です。この2台は、QNAP っていう有名なメーカーの NAS で、これらには独自の OS が入っていて、本当これ単体で稼働するデータ管理に特化したパソコンと思ってください。こっちがこれまでね、僕が使っていた、TS453BT3 っていう4本のハードディスクが刺さるモデルで、こっちが僕ね、今回こっちから乗り換えたんですけど、TBS H1288X っていう8本のハードディスクと4本の SSD が刺さって、で僕はウエスタンデジタルのレッドプロっていう NAS 用の16テラのハードディスクを8本と1テラの SSD を4本、合計132テラバイトっていうとんでもない容量を持つバケモンみたいな NAS になってます。で正直ねこっちはねエンタープライズレベルのNAS になってるので、非常に高いセキュリティだったり読み書きの速度とか、あとは同時接続台数っていうのを誇るんですけれども、基本的な NAS としての機能はこっちもね今日紹介する部分も含めて大差はないです。汎用だったりフリーランスの方が導入するのであれば、正直ねこっちでも十分かなというふうに思います。こっちの NAS は前にサンダーボルト3のポートが2つついているので、ネットワーク経由でなくても同時に2台までなら、パソコンにつないでアクセスすることができます。ハイエンドの NAS になると、大抵レイドっていう機能を持ってます。複数のハードディスクを束ねて1つのハードディスクとして扱えるようなもので、大きくこれはね3つのメリットがあります。で1つはね、管理が本当めちゃくちゃ楽っていうこと。例えば 1TB のハードディスクが10個あれば、それをね、10TB の1つのハードディスクかのようにアクセスできて、なので、いちいちね、つなぎ直して、データを探すみたいなことがね、必要なくなるので、めちゃくちゃ管理が楽になります。2つ目は、読み書きの速度が大幅に向上します。通常ハードディスクってSSD に比べて読み書きの速度が半分以下とかそれよりも遅かったりするんですけれども、レイドっていうのは一つのファイルを保存するときに複数のハードディスクに分散して書き込むんですよ。
なので、4本なら、1本のハードディスクの、速度に比べて4倍、8本なら8倍と、とにかく、速度がね、速くなるので、どんどん増えることによってね、SSD の速度も超えてきます。で、3つ目はね、障害耐性です。束ねたハードディスクのうち1本がね、これ突然壊れたとしても、データを失うことがなく、そのまま何事もなかったかのように、稼働し続けます。レイドには種類があって、レイド5なら1本、レイド6なら2本と、そういった感じで、束ねたハードディスクのうち、何本までだったら壊れても、稼働し続けられるかっていうのが変わってきます。ただしね、壊れて問題のない本数に応じて、その総容量っていうのも低下します。4本中1本まで壊れても OK という、レイド5であれば、実質ハードディスクは3本分ということになります。ハードディスクが壊れたら、こうやってね、よいしょ、ナスから抜いてあげて、新しいハードディスクと交換して、こんな感じで元に戻せばですね、はい、あっという間に元通りになります。といった感じで、レイドは非常に強力なんですけれども、データを守るという意味では、まだまだこれではね、不十分です。例えばね、寝ぼけてデータを消しちゃったみたいな場合だと、レイドっていうのはね、無力なんですけれども、そういったケースでは、このね、QNAP の OS である、この QTS のスナップショットっていう機能を有効にすれば、過去のハードディスクの状態に遡ることができるので、間違えて消しちゃったとか上書きしちゃったっていう場合でも、データを復旧させることができます。心配性の人であれば、それでもね、思うと思うんですよ。この NAS そのものが壊れたらどうすんねんと。で、QNAP の NAS はいろんな種類があるんですけれども、基本的には同じ OS で動いているので、この NAS 自体が壊れたら、ここからハードディスクを抜き出して、で、新しいものに換装すれば、それだけでね、復旧することができます。でね、さらにね、心配性な人はね、やっぱこうやって思うと思うんですよ。家が爆発して、NAS とハードディスクごと吹き飛んだら、どうすんねんと。大丈夫です。QTS であれば、このハイブリッドバックアップシンクっていう、アプリをダウンロードして設定しておけば、様々なクラウドストレージに、データを一部分でも丸ごとでも、バックアップしておくことができます。そんな感じで、ここまでやっておけば、そうそうデータを失うことはないっていうのはお分かりかと思います。難しそうに思うかもしれないんですけれども、最初にね、QNAP の電源を入れて、で、画面に出てくる、指示に従って設定していけば、特に難しいこともなくセットアップできると思います。一度設定してしまえば、あとはね、NAS が自動的に日々バックアップとかをしてくれるんですけれども、NAS って通常の外付けハードディスクに比べて、普段のデータの読み書き以外にも、裏側でいろいろやって動き続けてるんで、ハードディスクに結構な負荷がかかるんですよ。なので、一般的なハードディスクをそのまま使うと、結構ね、寿命が短くなってしまうっていうこともあるので、必ず NAS 専用のハードディスクを使用する必要があります。で、僕がね、使用している、さっきも紹介した、このね、ウエスタンデジタルのレッドプロっていうシリーズが、まさにね、NAS 用のハードディスクで、非常に高い耐久性を持ってます。で、さらに、QNAP の NAS との親和性も非常に高いので、NAS がね、このレッドプロのハードディスクをちゃんと認識して、で、常にね、健康状態っていうのもチェックしてるので、もしなんか調子が悪くなってきたなっていうことであれば、壊れる前に知らせてくれたり、さらにはそうならないようにね、メンテナンスっていうのもしてくれます。そんだけすごいと、なかなかいいお値段するんでしょって思うと思うんですが、はい、その通り結構します。で、こっちがね、Amazon でだいたい今の価格だと18万円ぐらいで、で、こっちがね、約40万円ぐらいですね。で、確かにね、これらは、結構ね、ミドルハイエンドのモデルになっているので、さらにQNAP には、エントリー向けのモデルもあって、それだとね、だいたい10万円ぐらいの価格で購入することができます。正直、個人でやられてる方にとっては、そのエントリーモデルでもね、実際十分かなと思います。違ってくるのは、CPU とかメモリーといったスペックになってくるんですけれども、できること自体には正直ね、ほとんど差はないです。単純に同時に接続できるパソコンの台数が変わってきたりとか、個人の場合だと同時に複数台からアクセスするっていうこともないので、そうですね、エントリーモデルでもね、最初は十分かな。で、さらにここにね、ハードディスクの価格っていうのも必要になってくるので、実際はそれ以上してきます。それでももしお仕事をやっている方っていうことであれば、正直このぐらいの投資は僕は全然高くないと思います。っていうのも、中長期的に見れば SSD を買い続けるっていうよりも、圧倒的にコスパがいいんですよ。例えば、サンディスクの SSD で、さっき比較したのよりも、新しい世代のもっとね、速いモデル。これだと 2TB でも現状ね、3万円ぐらいするんですけれども、ウエスタンデジタルのレ
レッドのハードディスクであれば、3万円ぐらい出せば10テラ手に入ります。で、それをね、4本、エントリーモデルの NAS と組み合わせて購入すれば、SSD と比べてだいたい3分の1ぐらいの金額で、同じ容量が手に入ります。で、それでいて NAS の方が、データも安全に管理できるっていうことを考えればね、十分コスパいいんじゃないかなと思います。40テラもいらないよっていうことであれば、ハードディスクの容量を下げればさらに初期コストは少なく済むんですけど、ハードディスクを選ぶときは、今後ね、数年間は持つ容量を選ぶことをお勧めします。ただ、間違っても、安価なハードディスクは選ばず、僕が使ってたような、さっきのね、ウエスタンデジタルのレッドプロといったような、NAS 専用のハードディスクを選んでください。で、もちろんね、ポータブル SSD が必要ないとは僕は言わないですよ。僕もね、外で編集するときなんかは、SSD を使うんですけれども、家に戻ってきたら必ず安全なこういった NAS に移して、で、そこから作業を継続するようにしてます。で、僕はね、過去の撮影データっていうのは、すべてこの中に、年月日ごとに、フォルダを作って保存しているので、例えばね、レビュー動画を作ってて、過去のデータから、そういえばあの時のね、レンズの、作例を引っ張り出してきて、それで紹介することもできるし、あとは、1年のこう、まとめ動画みたいなのを作る場合でも、もうすぐにデータにアクセスすることができるので、本当に作業効率が上がって、もうめちゃめちゃね、使いやすいです。で、それでいて読み書きの速度も、SSD よりもよっぽど高速になってくるので、本当ね、皆さんにもね、導入を検討していただければなというふうに思います。はい、ちょっとね、だいぶ喋ってきたんですけれども、今日ね、お伝えしたのは、NAS としての本当にね、基本的な部分でしかないんで、使いこなしていくと、リモートからこの NAS の全てのデータにアクセスできたり、クラウドストレージをローカルディスクみたいにマウントすることができたり、あとはね、こうサーバーを立てたりといった使い方もできます。で、僕はね、今、ブラックマジッククラウドに移行しちゃったんですけれども、ちょっと前まではね、ポスグレサーバーを、Docker で立てていて、で、そこにこう、ダヴィンチのデータベースを、管理していたりだとか、今もう、ホームブリッジっていう、Amazon の Alexa とか、Google アシスタントにしか対応してないスマート家電を、無理やり Apple のホームキット経由でアクセスできるっていうような、サーバーが動いてたりと、結構ね、マニアックな使い方もしてます。また機会があればね、そのあたりだったり、あとはね、僕のこの NAS の中身ですね、一体どんな風にプロジェクトデータを管理しているのかっていうのも、お伝えできればなと思っているので、興味あるよっていう方はね、ぜひお見逃しのないように、チャンネル登録と、ベルボタンをポチッと押していただければなという風に思います。というわけで、本日の動画は以上となります。いやー、長かった。はい。というわけで、また次の動画でお会いしましょう。ピース。